重い負荷に耐えて、そのためにくのいち京子が選ばれたんじゃないの？腹筋を使う。ちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。このチャンネルでは大人世代の心と体を解きほぐして理想のスタイルに近づくためのタクトレの方法を紹介しています。2021年8月からは1年で大人世代の体を変えるプロジェクトを進めています。特に私と同じ大人女子は必見です。大人女子は体の変化を感じながら本当の自分を発見し、心や環境との調和を図っていく、そういう節目の世代なんです。私の実体験をもとにたった1分の積み上げであなたのなりたいを形にするお手伝いをさせてください。動画の終盤に今日のまとめと小話をお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは鉄棒パート2。前回の動画では年を取るとどうして身長が縮むのでしょうというところから、身長減少と骨粗しょう症の予防のお話とメソッドを行いました。今日は鉄棒を使って背骨を緩める、腹筋を使う、骨盤を緩める、肩周りの筋肉を鍛える、これらを3つの動作で狙っていきます。メソッドに進む前にいいねボタンをクリック。ではではやっていきましょう。小指から順番に鉄棒に指を巻きつけて握りぶら下がります。この状態で腰を左右にねじります。左腰を前に、右腰を前に。ポイントは手をしっかり握ること、大きく動かさないこと。こうすると体の中心軸である背骨を無理なく緩めることができます。左右で1セット、合計10セット、テンポよく行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。背骨を前後に揺らします。腹筋を使って静かに揺らしましょう。腹筋に力を入れる、抜く、入れる、抜く。ポイントは大きく動かさないこと、力を抜くに意識すること。こうすると腹筋を鍛えながら骨盤を緩めることができます。これを10回行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。体を3センチ上に引き上げ懸垂をします。脇に力を入れる、抜く、入れる、抜く。ポイントは肩甲骨を寄せるイメージで行うこと、力を抜くに意識すること。こうすると肩周辺の筋肉を無理なく鍛えることができます。これを10回行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今日のまとめ。大きく動かさないこと、力を抜くに意識すること。関連動画の鉄棒パート1を合わせて行うと夏までにタンクトップを着られるかも。皆さんできましたか？今日のメソッドは今までやってきたことと比べると筋トレの要素が少し増えていることに気づいていただけましたか？筋トレというと汗を流して重い負荷に耐えてというハードなイメージがありますよね。でも実際は今日のメソッドのように小さな動きで十分に筋トレの効果を得ることができるのです。トレーニングやダイエットをするときに一番重要なことは
継続することです。これからも実践的で無理のないメソッドを紹介していきますので、末永いお付き合いをよろしくお願いします。私のサロンでは去年の秋から半年間で3名の方に卒業していただきました。これは過去最多の出来事です。うちのサロンの目標はお客様に依存させないこと。そのために自己治癒力を高められるようなメソッドやケア方法をお伝えしています。もともとこのチャンネルはお客様の体の問題を分かりやすく解説するために始めたものでもあります。私の施術とお客様の自助努力を軸にして次回の施術につなげて改善のお手伝いをします。今回卒業していただいた方々は仕事が最優先の人、家族が最優先の人、リハビリが必要な人、1人目の方は経営者さんです。とにかく忙しい人なので、思い立った時に今すぐ予約できるサロンが適していると思って卒業していただきました。2人目の人はパートナーシップに問題を抱えておられ、メンタルに働きかけるカウンセリングが最重要と考え卒業していただきました。私は体のメンテナンスには心の動きが重要だと考えているので、カウンセリングは不可欠です。これまでに大学で心理学の勉強もしてきましたが、私は専門家ではないので、カウンセリングを専門としているプロの方にお願いすることが先決だと思ったからです。この2人の方に共通して言えることがあります。体のメンテナンスは気まぐれにやるものではなく、じっくりゆっくり気長に構えるものです。整骨整体でできることは医療のような即効性はなく、不調の根本原因を探って取り除いていくものです。とっくに悲鳴を上げている体の声、心の声を無視して自分のために時間を使うことができない状態では、こちらが何を提供しても前に進むことはできないということを理解してもらいたいと思います。3人目の人は定期的なプロのメンテナンスが欠かせない状態の人です。そのためにこの一京子が選ばれたんじゃないのとなりますよね。スポーツトレーナー、整骨整体師、鍼灸、整形外科医、どれを選ぶかはお客様次第です。でも以前の動画でもお話ししているように、施術者とお客様の方向性が同じでなければ良い関係を築くことはできません。月に1回だけ固まっているところをほぐす、痛みを取るという施術内容ではいずれ動けなくなる時期が来てしまいます。それと私は55歳で引退すると決めていますので、これ以上依存の関係を続けることはできないのです。この方にはこまめなケアとトレーニング、金銭的な負担を減らす、この2つのことを考えて整形外科に併設されているリハビリ施設を探すようお伝えしました。このことについては疾患と行政というタイトルでブログを上げます。困りごとがある時にまず最初に尋ねるべき行政について、私個人の考えを書き連ねる予定です。私の配信手順は1番 YouTube、2番ブログ、3番その他の SNS の順にアップロードしています。少しタイムラグがありますが、よろしければ覗いてみてください。とこのような理由から3名の方に卒業していただいたというわけです。もしかするとご縁をスパッと切られたと感じておられるかもしれません。でも施術者にとって重要な要素は、癒しと並行して依存させないということでもあるのです。その人の将来にとって最善の方法が私の施術以外にもある。施術者、医療従事者、カウンセラー、美容師、ネイリスト、トレーナー、パートナー、お友達など、相手がどのような立場の人であっても依存先が一点に集中してしまうとお互いに潰れてしまいます。依存の量を最小限にして依存先を増やすことが自立につながると私は考えています。今すぐでなくても私の真の愛情がいつかこの3名の方に伝わるといいなと思っています。ご意見ご感想があればぜひお寄せください。それでは今日はここまでです。もしこの動画が役に立つと思ったらチャンネル登録といいねの高評価、お友達にシェアしてもらえたらとっても嬉しいです。コメント欄にメッセージをくださると今後の動画制作の励みになるので、こちらもどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。積み上げたあなたに花丸。いかがだったでしょうか。これなら続けられそうかな。1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒にやっていきましょう。元気になれば綺麗になれる、綺麗になれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。